はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、マイナス金利解除、円高の恩恵を受ける銘柄と題してお送りいたします。はじめに、中部電力、証券コード9502についてお話しします。中部電力は、主に中部地方で電力供給を行っている電力会社です。日本は多くのエネルギー資源を輸入に依存しており、特に火力発電が全電源の7割以上を占めています。このため、円安が進むと、原油や LNG などの燃料コストが上昇し、電力会社の利益が減少します。逆に円高になると、燃料の輸入コストが低下し、電力会社の利益が改善されます。つまり、原油価格の動向と、為替レートの変動が電力会社の業績に直接影響を与えます。特に中部電力は LNG を使用した火力発電の割合が非常に高く、その価格低下が業績にプラスに働きます。また、中部電力は現在原発が稼働していないため、化石燃料価格の影響を受けやすい傾向にあります。昔から電力会社は配当利回りが高い傾向にあり、中部電力も安定した配当を提供しています。円高トレンドが進む中で、輸入コストの低下により業績が改善されれば、配当の増加に期待が高まります。ここで中部電力に投資する上で注意してほしい点が2つほどあります。1つは、昔から電力会社は金利敏感株と呼ばれ、金利の変化で株価が変動しやすい特徴があります。金利上昇局面では株価が下がりやすいので注意が必要です。もう一つは、東京電力が業績の足を引っ張る可能性があります。東京電力の火力発電部門との合弁企業を地雷をきっかけに、最終的には本体同士の統合が現実味を帯びています。福島原発の補償問題を抱えた東京電力との統合は、将来的には福島の補償部門を切り離して国営化し、税金で補償を続けるんじゃないかと、個人的には思っています。では、AI による株価の予想です。現在の株価2001円に対して、目標株価は1978円で、マイナス 1.2% の下落余地があります。円高と金利上昇、プラスとマイナスですね。続いて、ニトリホールディングス、証券コード9843についてお話しします。ニトリホールディングスは、家具やインテリア用品を販売する大手小売業者です。当社は、これまで35期にわたり、同収増益を続けるという実績を誇りましたが、2023年には収益が減少する事態に直面しました。この原因として、円安の影響による輸入コストの上昇が挙げられます。ニトリは、海外で製造された商品を輸入して、日本で販売しているため、為替レートの変動が業績に大きな影響を与えます。配当は増配を継続していますが、利回りは高くありません。株主優待を実施していますが、10% の割引券なので、正直あまりお得感はありませんね。それ以上に問題なのは、株価が23,000円以上と高く、投資をする際には、それなりの資金が必要になります。その反面、株式分割の可能性も指摘されており、実施されれば、株価上昇のきっかけとなるでしょう。では、AI による株価の予想です。現在の価格23,165円に対して、目標株価は25,21円で、マイナス 11.4% の下落余地があります。ミニ株で買っておくと、一発逆転、株式分割があるかもしれませんね。最後は、日清製粉グループ、証券コード2002についてお話しします。日清製粉グループは、小麦粉を主力製品とし、食品事業を幅広く展開している企業です。天皇陛下の母君である上皇后美智子さまの生家としても有名ですね。当社はパンや麺類、洋菓子などの原材料となる小麦粉の生産、販売を行っており、国内市場におけるリーダー的存在です。日清製粉グループが注目される理由の一つに、原材料である小麦の大部分を海外、特にアメリカから輸入している点があります。円高が進むと、輸入原材料のコストが低下するため、原料費用が減少し、利益率が改善されます。今後、円高トレンドが続くと予想される場合、業績向上が期待でき、株価にもポジティブな影響を与える可能性が高いですね。
今期の業績も増収増益基調で、配当も増配が続いていますが、利回りはそれほど高くありません。株主優待も実施しており、自社製品がいただけますが、500株以上の保有が条件です。では、AI による株価の予想です。現在の株価2200円に対して、目標株価は2612円で 18.7% の上昇余地があります。景気の変動を受けにくい食品関係は安心して保有できますね。今回は円高メリット銘柄を取り上げました。注意していただきたいのは、マイナス金利を解除したのであって、まだ金融緩和とゼロ金利は継続されています。今後、日銀が急激に金利を上げるとは考えにくいため、一時的な円高にはなっても、いずれ円安に戻ると考えています。日米の金利差が縮小して、やっと円高に向かうのかな、と思います。この年度末、株価も為替も大きく動く可能性がありますので、情報収集を怠らないようにしましょうね。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。